はい、今回の解説は XLN オーディオ社からリリースされていますこちら XO という製品を解説していきます。この製品、エレクトロのビートメイキングに特化したリズム音源となっていまして、まず目を引くのがこちらスペース。これは宇宙を表しています。そしてこの宇宙に散りばめられた一つ一つの点、これが星を表していまして、この星一つ一つがサウンドになっていると。ここから好きなサウンドを探してビート構築に取り入れていけるという感じです。またこのウィンドウに目を奪われがちですが、この上のエディット、選出した各キットをかなり細かくエディットすることができます。パターンのエディット、そしてサウンドのブラッシュアップを組み合わせて、どうしてもですね、多くの時間がかかってしまうビートメイキングの時短にも期待ができます。まず今回はこちらスペースの概要をお届けしていきます。これだけですね、膨大なサウンドがありますと、ちょっと何を選んだらいいかわからないという方もいらっしゃると思います。製品にはですね、この部分、プリセットが用意されていまして、音色の組み合わせ、そしてパターンが内蔵されています。パターンのプレビューボタン、点灯させますと、このようにプリセットが聞けます。クリックで次のプリセットに切り替えていくこともできます。このテンポをクリックしますと、テンポ順に並び替えることができます。このように出音も非常に優れています。もう一度プレビューボタンをクリックで停止となります。プレビューはここに示されているテンポで演奏されますけども、この上、ホストシンク、メトロノームボタンを入れますと、現在のダウのテンポ、今ですと75、このテンポで演奏されます。現在選択しているパターンをダウのトラックと合わせたいという場合もあるかと思います。そういった時はこちら、ダウのスタートプレイングを有効にしておきます。ダウの再生に合わせてパターンも自動再生されます。このような形ですね。もちろん切り替えることもできる。ビートのイメージを探していくときに非常に便利かと思います。現在のキットの組み合わせに対して、このように候補が上がっています。クリックで切り替えて、簡単にイメージに合うものを探すことができます。これはですね、このプリセット画面開いていなくても、この左部分から切り替えを行うこともできます。現在このようなサウンドになっていますけども、このスペースウィンドウからこれらキットをカスタマイズしていくというところがこの製品の醍醐味です。その前に XO の基本概要を説明しておきます。まず製品は最大で8つのサンプルを読み込むことができまして、各キットにはミディノートが割り当てられています。C1 で一番下。そこから半音ずつ上がっていくと。キットを決めた後は通常通りこのように打ち込みを行うこともできます。この時の注意点なんですけども、先ほどダウプレイング入れてます。ダウを再生するとこの中のパターン、そして現在打ち込んだパターン、同時になることになります。そのためこのように打ち込んだ場合はこのダウプレイングを外しておくといったところにご注意ください。今はこちら内蔵のパターンを使いたいので、ダウ上のイベントは削除しておきます。それではこのスペースを使ってキットを選択していきます。サウンドをこのようにクリックして探していくといった際に、マウスを押したままですね、ドラッグすると連続して視聴が可能です。で、現在選択したもの、これがイメージに近いとなった場合は、この下、非常に便利です。選択しているキットに傾向が近いものが候補として上がっています。クリックでこのように視聴が行えます。この中から曲に合いそうなものを探していくと。またこの候補内のサウンドを基準にもう一度ですね、候補を上げたいといった時はこの右のボタンですね、クリックしますと、このサウンドを基準として似たサウンドを探していけるという感じです。またサウンドを選ぶ時のコツというか、宇宙の法則がありまして、この宇宙の左に行けば行くほどピッチが低く、右に行くほどですね、ピッチが高くなっていくと。そして上に行けば行くほど音が短く、下に行けば行くほど音が長いという法則です。例えばこのようにキックを選んでもう少しですね、タイトな方がいいとなった場合は音が短い、要は上のあたりから探していくことができます。もう少しこれを細かく見たいといった場合は、マウスホイールを上に進めていくと拡大。逆にマウスホイールを下に進めていくと縮小となります。これはですね、右下のプラスマイナスから同様の操作を行うことができまして、この下は宇宙全体を表示させるというものです。プレビューしているサウンドはまだキットには適用されません。この適用方法簡単で、適用したい箇所ですね。今ですとキックです。この右のラベルをクリックすることで、現在選択しているサンプルに置き換わります。これはですね、サウンドを再生しながら決めていくこともできます。先ほどのサウンドの傾向、またこのシミュラリティを使って素早くキットを選んでいけるといったところが非常に面白い概要ですね。また中にはですね、このようなサウンド SE、一発だけ楽曲の中で使いたいということもあるかと思います。こういった時、Mac オプション、Windows Alt キーを押しながらダウンにですね、ドラッグすることで、オーディオファイルとしてすぐに取り入れることができます。このあたりも非常に便利ですね。またサウンドをこのように探していく中で、この曲では使用しないけど別の曲で使いたい、もしくはキープしておきたいといった場合もあるかと思います。
このフェイバリットアイコンをクリックしますと、このサウンドがお気に入りに登録されまして、後に解説するこの検索からすぐに探すことができます。このフェイバリットは XO をもう一例立ち上げる、もしくは楽曲が変わった場合も有効です。もしくはこのショートリスト、プラスをしますと、このようにですね、複数のものをキープしておき、すぐにですね、移動が行えます。もちろん気に入ったものは差し替えるということができます。注意点としてこのショートリストは今立ち上げている XO のみに保存されます。もう一台 XO を立ち上げた場合、違う楽曲では引き継ぎが行われませんので、この点にご注意ください。そして今回の最後に、この XO の宇宙にご自身のサンプルを取り込むことができます。この右上のフォルダアイコンをクリックします。Add New から追加したいサンプルの場所を指定する。もしくは対象のフォルダをドラッグ&ドロップするといった感じです。そうしますと、このようにフォルダが追加されます。この場所の数に制限はありませんので、様々な場所からフォルダを追加できます。フォルダを指定した後は、このスキャン&リフレッシュをクリックします。そうしますと、このようにサンプルの解析が始まります。このステータスのチェックを確認して、ダウンをします。読み込んだサンプルが解析されて、この宇宙に加わります。サンプル管理のソフトとしても活用できます。このようにサンプルが多くなってきたときは、先ほどのサーチボタンですね。今、オフになっていますので、これを有効にします。そうしますと、このように元々入っているサウンドを除外、もしくはですね、このサンプルを除外。このように柔軟に表示が行えます。例えば今読み込んだサンプルだけ表示させまして、さらにスネアだけ、キックだけという感じでカスタマイズができます。こんな感じですね。これただ読み込んだだけですけども、しっかりとキック、スネアなどですね、分けてくれているといった点が非常に素晴らしいですね。その他にも先ほどお伝えしましたフェイバリット。このように表示させたり、サウンドの周波数でも絞り込みが行えます。広域を落としていきますと、キックが中心ですね。例えばですね、クラップの中でも低めのものが欲しいとなった際は、こんな感じで素早く探すことができます。この下のレングスはサンプルの長さになります。例えば長めのスネアが欲しいといった際に活躍します。この検索フィルターのリセットはこの下、リセットフィルターズからも行えます。そしてこのドラミネス、値が高ければ高いほど通常のドラムキットが表示されます。逆にこの値を下げますとドラムキットではないパーカッション、このようなサウンド SE を探すこともできます。サンプルの取り込み、そしてこの検索、非常に頼もしい機能ですね。はい、といった形で XO について解説してきました。次回はこちらも素晴らしいです。エディットのパターン作成について解説を行っていきます。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。